はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月27日の満月から12月13日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。この時期って水亀座さんはすごく未来を思い描きやすい時なので、もしね、今回のメッセージぜひ水亀座さんの何かヒントになるように見たいと思います。もしこんなことしたいんだっていうのがあればぜひコメントで教えてください。では早速いきます。あと12月12日にYouTube ライブをやりますので、そこでねカペラノートの説明をしますので、お持ちの方はぜひお手元にご用意ください。まだの方はぜひ星の流れがね、2024年の星の流れが載ってる手帳になりますので、よかったらお求めください。では行きましょう。11月、27日の満月から。お、落ちた。おお、ちょっと待ってね。今落ちたのはカップの9です。ウィッシュカード、なんかいいことありそうじゃないですか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクス7の逆、戦車、ソード3の逆、そしてペンタクス10の逆ですね。ワンド3、ワンドナイト、マジシャン逆。はい、気をつけることや対策はカップキングとカップ7の逆とオラクルはワンドの4です。すごくいい人間関係がありそうですね。この2週間っていうか、10月23日以降ね、こう仲間とか、自分の人生を良くしていくとか、何か後天的に変化していくっていう流れが強調されているので、そこを意図していただくとそうなりやすいんですね。でこの2週間のカードで見たところ、やっぱり一番光っているのはこのワンドの4で、非常に穏やかな人間関係がある、自分の仲間がいるとか、仲間だと思える人がいる、自分は一人だと思ってても実は仲間だったとか、相手は自分のことを思ってくれてたとか、とてもいい関係があるので穏やかに過ごせそうです。で少し前に何か自分がやらかしちゃったかなって思うようなことがあったとしても、自分のせいで何かこうなってしまったとか失敗したとかっていうものがあったとしても、全然それは痛手じゃないっていう感じがします。その関係性に全然響いてない、なんかひびが入っていない感じで、ご自身が自分のことを責めてるだけで、むしろ相手にとっては自分のことをよく分かってもらえたとか、プラスに働いているので、あんまりそこ気にしないでくださいね。そしてやはり11月とかもね、仕事運とか社会運とかも良かったので、これから仕事どうしようかなとか、お金どうしようかなとかっていう、現実的な自分が豊かに生きていくためのなんかツールというか、何か要素をたくさん持ちたいなって思っていたかもしれないんですけど、ここで、来ているメッセージというのは、自分はまだまだだとか、もっと足りないとか、もっとこうしたいって思いがあるかもしれないんですけど、いやすでにそれ以上ありますよみたいな感じがあって、ご自身が受け取れる、キャパっていうのかな、その幸せを感じるキャパっていうのが今広がろうとしているっていう感じです。でそれは何かすごいたくさんのお金を稼いだからとか、ものすごいチャンスが来たからではなく、人との関係の中で豊かさを感じるとか、この人とはもう長い付き合いだなとか、喧嘩したりとかいろいろあるけど長い付き合いだなとか、自分のこと分かってくれてたんだなって思うような、その感覚がすごく自分の幸せの感受性っていうのを広げてくれるっていう感じがあるので、ぜひそこを意識してみてください。決して金運が悪いわけじゃないんですけど、今はその物質的な何かものがある、たくさんのもので満たされているっていうよりも、その関係性の中で、感じる温かさだったり、人間らしさだったり、未来への期待みたいな、一人ではできないことが誰かと一緒ならできるとか、そういったことが膨らんで温かくなって、一馬力でやっていくよりも大きないいエネルギーの中で進めていけますよっていうのが一番のメッセージでした。そしてここからやはり非常にね、
未来を見てるみたいなエネルギーがありまして、来年はこうしたいなっていう思いがもうすでに出てるのかもしれないですね。ここでワンドの3があるので。でよしこうしようああしたいって思ったら、それに対してじゃあやっていく向かっていくっていうのが実際できる時なんです。星の動きでもそうですし、カードで見てもそうです。で障害となるものも特にないみたいなねやりたいことはできるっていう感じが出てるので、きっとご自身にとってねいい方向に向かっていけるんだと思うんです。でじゃあ始めますかって言った時にちょっと待ってみたいなちょっと待ってくださいみたいな感じで、少し出発前の点検をしようみたいな感じがありますね。でももう乗り込んでるから行きますみたいな感じでしょうか。そしてやはり今一番メッセージとしてね言われているのは、その何かのはっきりとした保証があるとか、この会社に勤めたらこれだけの保証があるとか、これだけお給料もらえるとかっていうことではなくて、自分には話を聞いてくれる人がいるとか、実は自分の成長を願ってくれてた人がいたとか、そういう少し自分と同じか目上の方からの優しさっていうのが今すごく届いてる感じがするので、それを意識してみてほしいんですね。あの自分が思ってる以上に自分を愛されていたっていうことを感じるかもしれないし、気にかけてもらってたんだみたいな、そしてその優しさの中でこそ、気づくことがある。自分ではあれもそうかな、いやこれもこうかな、いやあれからどうなるんだろうみたいなモヤモヤしてたものがスーッと晴れていき、本当に大事なものを見つけられるよっていうものがあるんですね。でその大事なものさえ見つかれば、あとは水上の皆さんはできますみたいな、やりますっていう感じがあって進んでいけるんだなと思ったので、とってもなんか優しいエネルギーの中にいる2週間かなと思いました。ですので少しもしねご自身のことを責める気持ちとか、やっちゃったなみたいな気持ちがあったとしても、それ全然現実に響いてない、自分の気持ちだけが自分だけが自分を責めているっていう状態かもしれないので、ここは一つ穏やかに自分で自分を褒めたり認めたりとかして過ごしてみてください。ということでこんな感じかな。ちょっと今回あっさりなんですけど、これが何かしら皆さんのヒントになれば幸いです。ということで次回また12月12日のライブでお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。